俺を3日ぐらい社長でやらせてくんない？俺すぐこれ利益出せる。今の単価とかビジネスモデルのまま利用者数とかが10倍になったらこれは黒字になれるんですか？なれると。台数も10倍、ユーザー数も10倍だったら赤字も10倍。ビジネスの改善会議みたいになっちゃってるんですけど、こっちがオファー出したい時に課題が何なのかちょっとよく分かんなくて、結構半分いかないくらいはかなり導入いただけてるので、営業に困ってるっていうのはそこまでないとは。アポ取って半分くらい取れるってことなんですか？車両のファイナンスの部分ちょっと私全く正直関与していなくて、副社長でその重要なところを把握してない、イメージでも答えれないっていうのは多分そこが一番の経営としての問題点じゃないかなというふうに思いますよね。持続可能な移動の仕組みを作る株式会社エモビの後藤志門です。よろしくお願いいたします。私たちが目指すのはホテルや駅を起点とした電動のトゥクトゥクのシェアリングサービスを通じ、観光や日常の移動体験を変えることでございます。画面の右側のような女性の3人組や若いカップルの方々に使っていただいています。観光地に行くと思うように移動できない体験というのを非常に皆様経験されたことがあると思います。弊社は観光地に到着した後の小さな移動、そういった観光のラストワンマイルに対してのサービスを提供いたします。また完全 EV の車両でして移動の脱炭素にも貢献いたします。こちら弊社の独自開発車両になりまして、完全電動で誰でも簡単に操作ができるシンプルなデザインの車両になっています。特徴としては簡単に運転ができる点とドアがなく開放的な車両ですので非常に移動が楽しい、その2点が弊社の車両の特徴になります。最高速度が50キロとなっています。弊社では車両とオペレーションを持たない、いわゆる自動販売機のモデルに近いものを採用しています。貸し出しのオペレーションについては駅やホテルなどの観光地点に委託をし、車両のレンタルによって上がってくる売上のシェアを収益源としています。すでに全国で鎌倉や湘南、沖縄のエリアを中心に200台近くのサービスを展開しておりまして、 JR 東日本様や ANA 様との連携も進めています。今後2026年までに湘南、沖縄エリア全域での1000台体制というものを目指しています。さらに私たちの技術的な強みについてお話しいたします。秋口にリリースするシェアリングアプリであったり、新たなより運転のしやすい第6世代といった車両の開発を行っています。加えて脱着交換式のバッテリーインフラシステムというものの構築も進めています。充電環境が不要でどこでも設置可能なシステムとなっており、外国人や高齢者の方にも安心して使っていただける遠隔サポート機能も備えています。現状弊社の方では順調な売上と利益の伸びを実現しています。今後は無人アプリによる貸し出しの無人化、バッテリー交換インフラの採用による弊社スタッフではなくお客様自身に交換いただく形により、オペレーションコストを削減し利益率のさらなる向上も見込んでおります。チームとしては Z 世代3人の経営陣と大企業等での経験豊富なマネージャー陣で構成されています。今現在弊社が抱えている課題としては、プロダクトの開発とマーケティングの両立というのが弊社の課題となっています。車両の開発をしながらサービスを展開するという、ある意味2つのスタートアップを同時に1つの会社がやっているというようなフェーズでございます。具体的にはですね、車両の開発というところでいうと、バッテリーを選んだりとかモーターの選定であったりという意味での開発もあれば、メーターを変えたりとか運転しやすくするというハードウェアでの開発であったりとか、よりお客様に使っていただくために商品企画としてのプロダクト開発というのも進めています。でそこに加えて、そもそも弊社のサービスのまだまだ認知度が非常に低いので、マーケティングのコストもかけながらという、この車両開発、商品企画的な開発、マーケティングというのの3つのわらじをですね、今バランス取りながらうまく進めているつもりではいるんですが、実際に大手のメディア様であったりとか取り上げがあるにもかかわらず、まだまだサービスのグロースというのにうまくつながっていない、生かしきれていないなというのが私自身の今抱えている課題感でして、解決できればと今考えております。まず車両とオペレーションを持たない、何を持ってるんですか？マーケティングと開発中なんですけれども、バッテリーの今の使ってる車両は御社が作ったんじゃなくて違うメーカーが作ってるでしょ？海外のメーカー様と連携をして開発をして日本に持ってきてナンバーを取得して走らせるというのを我々。じゃあ一回省流に入ってるの？仕入れて売ってる？それとも直接ホテルとかに買ってもらってる？ホテル様であったりとか鉄道会社様っていうのがなかなかトゥクトゥク1台買うっていう決断、お金が払えないのでホテル様には買っていただいて、誰の所有権？例えばトゥクトゥク100台を1億円のようなアセットで買っていただいて、弊社の車両いわゆるバイクに該当するんですけれども、いわゆる減価償却3年で済むので、節税商品かつある意味アセット商品として投資をいただいて、我々はそういったアセットオーナー様の所有権、第三者の投資家がオーナーなわけです。はい、もしくは大手のリース会社様に買っていただいてという場合もございます。これはじゃあ法定対応年数は3年ってことですか？一応減価償却上は3年なんですけれども、車両としての対応は5年を見ています。
であと稼働率って今どのくらいですか、ホテルこれもですね本当に場所によるんですけれども、まず鎌倉の営業所にだけ限った話で言いますと、鳴らすと今じゃあまだまだ伸びしろがあるわけね、まだまだ伸びしろがございます。土曜日日曜日の休日の稼働というのはもうで状況なんですけれども、どうしても平日の観光客の方少ないので、そこの需給ギャップというものでどうしても平均すると少なくなってしまうというのが現状です。その毎月のリース代とか投資家に対するリターンみたいな、そこは誰がリスク取ってるんですか、財務リスクは。といった意味では弊社でホテルは受付のフロントがあるじゃないですか。そこでトゥクトゥクの鍵を持ったスタッフの方がいて、普段受付しながら今日トゥクトゥク借りに来ましたって人にもう鍵渡すだけなんです。あ、そうなんだ基本的には。まだ、売上だから月間のユーザーと鎌倉の店舗で言いますと、今月の9月で稼働した件数として車両に乗れる人数が3名になるんですけれども、だいたい平均の利用としては 2.2 人とかになります。で今何台動いてるんですか。鎌倉の方は今大体これちょっとビジネス的に非常に面白いのが、ホテル様っていうのは弊社の売り上げに極端な話いらないんですね。ホテルにとってはホスピタリティアップの道具としてタダで電動の弊社の車両が手に入るっていう観点なので、毎月の車両は分割でとか払ってるわけ。要はオーナーであったりとかリース会社様に戻させていただそれは御社が払ってるから。そうです、はい、さっき営業利益出てましたけど、マーケ除く営業利益じゃないですか。マーケを入れると赤字ってことですか。おっしゃる通りでございます。車両自体は、第三者の方に売られるわけじゃないですか。これ販売っていうのはもう販売しちゃってるわけですか。販売して再委託、運営委託を受けてる契約になるんですか。おっしゃる認識で大丈夫です。おいくらで販売されてるんですか。1台の、車両自体は大体くらいと思っていただければ。月間のバックはどれぐらいオーナーさん、車両オーナーには渡してあるんですか。ちょっと今具体的な金額でちょっとすみません、私が弾けないんですけれども、そうですね、大体それくらいになるかと。単純にで買っていただいて年間月の12回円をお返ししてるっていうのが今の現状。そうですね。3足のわらじみたいな話をしていたじゃないですか。でもこれ別に商品開発自体は自社でやってるわけではないんですよね。車両についてはもうこれある意味半分半分といったところが本音でして、製造の組み立ての部分はもう完全に海外のメーカーに委託をしているんですけれども、例えば車両において採用するパーツの選定であったりとかメーターであったりの選定、そういったサプライヤーとの交渉はあくまで弊社が行うので、ファブレスのメーカーみたいなイメージでいただくのが分かりやすいかなと。3足のわらじって結構言い方的に難易度高い感じの言い方をしてたんですけど、僕はそこはそんなに複雑なもの課題ではないのかなと思ってて、車っていうものだから複雑に見えるだけで、例えば SaaS とかもう全部ウェブサービスを自分たちで作って、システムとかどういう仕組みとかも作って、でマーケティングどうするかって考えてるわけですから、それがただ車っていうだけで別に2つあること難しいことじゃないのかなと思うんですけど、そこはどうでしょう。おっしゃる通りな部分ももちろんあると思っていますし、車のいわゆる小型の EV の4輪ではなく3輪でかつ小型なので、構造も非常にシンプルなんですね。ただしですね、例えばお客様のニーズを掘っている中で後続の距離を伸ばしてほしいとか、もう少しハンドルだけが軽くなればとか、そういったいわゆるメカ的な改善の方を求められる部分がすごいあるので、そこに関しては開発予算がかかるので、そういったところのある意味バランスというのは難しさを感じてい今ます。 KPI で重要な稼働率ですかね。やっぱりだから平日はほぼ回らないで週末は回ると。でその週末の需要に合わせた台数を持たせちゃってるからってことだよね。おっしゃる通りでございます。これは例えば沖縄なら沖縄どっかに20個のホテルと組みました。ここのホテルはまだ予約が少ない週末、ここは2倍来たと言ったら動かせるんですか、玉は。ホテル様はそういったこと全くしてくださらないので、弊社で仮にオペレーションが組めるようになっていれば、そう稼働率合うじゃないですか。はい、あと平日はもう引き上げちゃって8割スクールとかビジネスのどっかで使ってもらうと、だから発着地点に今もうほぼ預け入れしちゃってるわけね。そうですね。それは難しいね。お聞きして非常にループとかっていうものが非常に近いビジネスモデルかなというふうには想像するんですが、あらかじめお客さんっていうのは何か登録をする必要はあるんですか。今現在はアプリではなく正確にはウェブアプリ、いわゆるウェブで予約をしてくださっている方がでして、そこの時点でお客様の情報と免許証の登録だけしていただいて、で当日現場に来たら運転方法のビデオをQR コードで読み取ってみて出発といった流れになります。決済方法は2パターンございまして、もういわゆる現地の例えばホテル様の受付でお支払いしたお客様がいればそういった形、事前にクレジットカードで決済をさせていただくという場合もございます。使った分だけ決済じゃないですか。戻ってきて
渡すっていうことですか？基本的には事前生産です。出発前に払っていただいて延長して、後からもう一回じゃあ延長した分の2000円だけお支払いくださいっていう形を取りますし、クレジットカードの場合はもういわゆるカーシェアと一緒でマイページで延長してその分引き落としが走るという。想像なんですけど、免許はいらないんですか？免許は車の免許があれば。設置ポイント自体は自由に行き来できるってことですか？例えばこのホテルから乗っていって他の観光地に乗り捨てていくというか、言い方がすごい悪いんですけど、それはできるんですか？今はラウンドトリップと言いまして、借りた場所に戻ってくる、つまりホテルで出発をする場合なんですけども、すでにチェックインしてホテルに帰ってきたいっていうニーズがあるので、ある意味駅もそうですよね。例えば鎌倉駅で出発したお客様に江ノ島乗り捨てっていうニーズもあるんですけど、結局鎌倉に戻ってきたいっていうニーズの方が今はあるので、ラウンドトリップでやってます。間取りあるんでしょ、週末の2日間なんでしょ、はい。それに計算したら平日がパーってことですね。だから平日は他のとこに回すか、平日の需要を強引につけるか、週末もっと値上げするか以上じゃん。実はですね、値上げをもともとしていたんです。実は一番最初は1時間単価3000円とか4000円で展開をしていました。それでも仮に来る25歳以下の方々確かにいました。ダイナミックプライシングみたいにして需要があるときは高くしたとするじゃん。だからあんまウェブマーケティングと関係ないんじゃない。平日のこの稼働率が低いっていうのをどう捉えるかだけじゃない。観光以外でも何か考えられている？ここはですね、観光以外というのも確かにニーズはありました。ただ平日のところで言うと、ただそういったのは本当にもうニッチオブニッチなので、基本的には海外の方、インバウンドの方が鎌倉平日にめちゃくちゃたくさんいらっしゃるので、そこにいかに指していくかっていうのを今検討しています。それドライバーズライセンスはどうなるの？国際免許証を持っているか、国によっては翻訳書分だけで良いとか、国際免許証の取得は不要という国もございます。ただヨーロッパのほとんどの国はやはり国際免許を持っていないといけないので、基本的にはウィーン条約加盟しているところの国際免許が必要っていうのが大前提ですよね。大前提です。中国の方々っていうのは基本的に条約も加盟してないし、乗らないけども乗るって、ここっていうのはその経営的にはどういうふうにして防止してるんですか？例えばその実際国際免許があるかどうかっていうののこの選択っていうのをホテル側に貸してしまわないといけなくなるじゃないですか。今はなので免許証の提示をホテルのフロントの受付の方にしていただいてます。今後の展望としては全国展開していきたい、全国に配置していきたい。はい、まずはただエリアを絞ることが非常に重要だと思っているので、鎌倉と湘南と、沖縄で、最終的には我々の車両弱点がありまして、ドアがないので寒い場所苦手なんですね。夏場の冬のいわゆるこう富良野とか一時的にもう稼いで1年分稼げるみたいな場所があれば北日本もありえますが、まずは南日本、西日本ですね。要は今そこら辺営業して回って導入どうですかって言って入れてもらってるわけじゃないですか。断るところはどういう理由で断られてるんですか？これがですね、アプリ開発を始めたきっかけなんですけれども、やはりホテルの方もフロアの受付をしながら鍵を渡すだけとはいえですよ、弊社の方のコールセンター、カスタマーサポートにかけてくださるお客様もいますが、どうしてもやっぱり目の前にホテルのスタッフの方がいると、おじいちゃんとかだと例えば運転の方法を教えに来てくださいよみたいな風になってしまうと、ホテルからしたらあくまでホスピタリティ一貫のアップになるとしても受け付けたくないっていうのがあって、で無人化することによってホテル様のオペレーションの負担下げられるので、もう断られる理由はそこだけです。ちなみに今、大体営業します。それで導入の率ってどれくらいなんでしょう？結構半分いかないくらいはかなり導入いただけているので、営業に困ってるっていうのはそこまでないっていうのが、例えばアポ取ってそれで半分くらい取れるってことなんですか？いわゆるテレアポとかだとホテル様っても言い方あれなんですけど、支配人クラスがもう決めて全てなので、もう逆に言うと支配人の方にしかアプローチしてないです。今後フランチャイズとか代理店とかの展開を考えていらっしゃる？もう想定はしていますが、例えば弊社でやるメリットがないエリアももしかしたらあるかもしれないが、やりたいという事業者様がいれば、そういったものをパッケージで販売させていただくモデルも検討はしています。ビジネスモデル的に資金調達って節税商品というか利益を食い潰したいっていう経営者さんとかは結構多いのかなと思うんですけど、そっちは集まってる感じなんですか？例えば需要があれば台数はもう入れられる状態になってるっていう感じなんですか？アセットオーナーさんをつけるといった意味での車両という意味での車両のファイナンスという意味もあれば、弊社がいわゆる株式会社としてのエクイティ調達に側面があると思っていまして、前者については正直あんまり集まりにくいっていうのが正直なところで、ほとんどリース会社ってことでしょ？そうですね。つくつくよりもだって不動産であったりとか他に選択肢があるのにわざわざ選ぶ理由がやっぱりないので、でも年 30% でしょ？オーナーへのバックがってことです。いや、そこまでは戻ってない。ちょっとすいません、そこのアセットオーナーの部分私あんまり関与してなくて。先ほどの話で1台車両で
返してるんでしょ、オーナーさんに。ちょっとすいません、そこ私がごめんなさい、申し訳ないんですけど、アセットファイナンスの、車両のファイナンスの部分、ちょっと私、全く正直関与していなくて、あまり具体的な数字の部分、ちょっと今日お答えできないのが大変恐縮なんですけれども。副社長でその重要なところを把握してない、イメージでも答えれないっていうのは、多分そこが一番の経営としての問題点じゃないかなというふうに思いますよね。これそもそもなんで CEO の方来られなかったんですか？人力車モデルはどうなんです人力車、いわゆるもう少し単価を上げるっていう意味です。か？違う。何が欲しいのかが伝わってこないんで、なんか提案のしようが今ないというか。もっと丸く言うと、何に困ってはるんですか？トヨタが入れないわけはないと思うので、結局まあ儲からないっていうのが平日稼働を上げることで年間の利益を2億円増やします。